これからヨガに行きます。We could try to stop this, postpone the heartache, but I bet your body disagree. Cause you keep coming home to me, my eyes are glued to my phone, trying to read your signals, but you say you wanna be alone, I know. But the pain in your body leaves me otherwise, and I can't keep you alive, but I know, yeah I know. ヨガ終わって帰ってます。寒い。It's just a cry. A heart can be broken and still won't let go. Somehow it knows you might come back. Just let me stand in your rain, that torrent of love I can still feel you from within. It's getting dark, and you are not there, but I still say goodnight. Still see your light. I cannot wait. Just let me stand in your rain, that torrent of love. 私はもともと本当に夜が弱いので、どちらかというと朝方でしたが、習慣として早起きをするようになったのはここ2年半ちょっとです。で、今回は私が早起きを習慣にできた方法をシェアできればと思います。なぜ早起きをするのか、その目的理由がないと、まず目が覚めないですし、目が覚めたとしてもあと1時間ちょっと寝ようかなっていう風になってしまうと思います。運動は朝から体がリフレッシュされるのでおすすめですが、運動じゃなくてもいいですね。スペイン語を勉強するとかブログを書くとか、生活とか仕事のためではなくて、自分がパッションを感じられるようなプロジェクトがいいと思います。小さい頃に遠足の日はもうワクワクして朝から目が覚めてしまうっていうことがあったと思うんですけど、それと同じように自分のために自分の好きなことができるって思うと、朝も早く起きれるようになります。でもし運動を早起きの目的にする場合は、変則的な要素はなるべく排除した方がいいです。私は以前に朝外でジョギングするっていう習慣を何度もつけようとして挫折しているんですけれども、その理由は天気でした。雨が降ったり寒すぎたり暑すぎたりすると、今日はもう無理だ、ちょっとやめておこうっていう風になってしまうので、なかなか習慣にするのが難しくなってしまいます。なので運動であれば近所のジムに行くとか、家のいつも同じスポットでヨガをするとかいう方が続くと思います。あとは毎日続けた方が断然習慣にはなりやすいんですが、ジョギングとかで毎日するのは難しいということであれば、週3回でも実行する日を月水金というふうに決めてしまった方がいいです。実行する日をその日の朝起きた気分で決めていると、結局今日はちょっと疲れているからやめようっていう感じで実行する日の方が珍しくなってしまいます。
今私が平日毎朝通っているヨガシャラは、自転車で20分ぐらいかかって、で雨だと電車になるんですけど、電車だと徒歩が結構入るのでアクセスはあんまり良くない場所にあります。それでも毎日ちゃんと行けているのは、マンスリーパスを買っているっていうのもあるんですけど、行かないと先生に昨日どうしたのっていう風に言われるので、なんとなく行かなきゃなっていう気分に毎朝なります。なのでこれはちょっと難しいかもしれないですが、やっぱ早起きは一人の力だと難しいっていうところがあるので、例えば誰かと早起きプロジェクトを立ち上げるとか、朝活イベントに参加するとか、ちゃんと早起きできるかっていうのをチェックしてくれる人がいるとベストだと思います。私の場合先生に言われるっていうのもそうなんですけど、5時45分ぐらいにシャラが開いて、6時ぐらいに着くともう結構人がいて、で練習が終わる頃にはもう部屋が人だらけになってるんですね。なのでそういう風にたくさんの人と毎朝練習することですごいエネルギーをもらってますし、中にはお勤めされてる方とかもたくさんいて、なのにちゃんと毎日来ているので、私は会社に行かなくていいのでちょっと言い訳できないなっていう風に思います。目覚ましが鳴ってすぐにスヌーズボタンを押してしまう方は多いんではないでしょうか。私は健康診断に行くと看護婦さんにちょっとびっくりされるほど低血圧なので、特に今みたいな寒い時期は朝起きるのは結構辛いです。なので目覚ましが鳴ったらまずスヌーズボタンは押さずにストップしてしまって、で目を閉じないようにして、で5分から10分とりあえずベッドの中でじっとしています。でこれはあんまり大きな声ではおすすめできない方法なんですが、ベッドの中で目を開いて、でスマホをチェックすると結構目が覚めてきます。で10分も経てば、ここまで起きたから起きるかっていう気分になりますし、あとはとりあえず起きて顔を洗ってコップ一杯のお水を飲んで、それでもどうしても眠かったらもう一度寝てもいいやっていうことを自分に言い聞かせて起きるようにしています。ほとんどの場合が顔を洗って水を飲めばもう目が覚めてしまうんですが、どうしてもそれでも眠いっていう時はやっぱり体が疲れている時なので、無理せずに寝るようにしています。ポイントはまた寝てもいいからとりあえず起きようっていう、甘い言葉を自分にかけながらなんとかベッドから出るっていうことです。一つ残念なお知らせがあって、早起きをしようと思ったらやっぱり今までの生活を全く変えずにというのは正直至難の業だと思います。毎日4時間5時間しか睡眠が必要ないっていう方もたまにいらっしゃいますが、それは本当に珍しくて、普通の人は6時間は睡眠を取らないと次の日のパフォーマンスに影響が出てきてしまいます。なので早起きを習慣にしたいということであれば、やっぱ夜早く寝るっていうのは必要になってきます。私は以前はなんとなくテレビを見たりダラダラ過ごして12時ぐらいに寝ていました。今は10時から10時半の間には寝るようにしています。でもそれは自然にできているのではなくて、かなり意識的にするようにしています。夜ご飯を支度して食べて、後片付けをしてお風呂に入ってっていう風に、夜は結構することがあるので、ぼーっとしてるとすぐに11時とかになってしまうので、プロアクティブに早く寝るようにしています。もちろん何事も毎日続けた方が習慣になりやすいですが、やっぱり飲み会があったり出張があったり仕事が長引いて夜遅くなる日もあると思います。なのでそういう時は無理せずに寝た方がいいと思いますし、あとはこの日は早起きしないっていう日を決めた方がいいと思います。私の場合土曜日はヨガの休息日なので、朝は寝たいだけ寝るようにしていて、で日曜日はヨガは夕方に練習することにしているので、朝は目覚ましをつけずにちょっと遅めにといっても7時ぐらいには目が覚めてしまうんですけど、いろいろその週にやることを整理したりアイデアを書き留めたりする時間にしています。なので、平日は仕事があってどうせ起きなきゃいけないので、それを少し早めるだけっていう風に考えて、で週末は寝たいだけ寝るっていう風にすると早起きの習慣が始めやすいと思います。今回は早起きを習慣にするコツということでいくつかご紹介させていただいたんですが、やっぱり夜型を朝型にシフトすると太陽が出ているうちに活動するっていうことでかなり効率がアップするので、ぜひトライしてみていただければと思います。
こういったビーガン、エコな生活、ヨガなどのトピックで毎週水曜日と土曜日に動画をアップしていますので、もしご興味があればぜひチャンネル登録をお願いします。インスタの方でもその日に食べたものやスタジオの様子などをお伝えしていますので、そちらもぜひ覗いてみてください。それでは See you next time!